エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は iPad の激安タッチペンをレビューします。iPad のペンはいろんなものが売られていますが、動画のコメントで安いものでもちゃんと描けますかとよく聞かれるので、今回は激安ペンでもちゃんとお絵描きできるのか、純正の Apple Pencil とも比較しながら詳しくレビューしてみたいと思います。タッチペンなんてどれも一緒でしょと思うかもしれませんが、安いペンには筆圧感知という機能がついていないので、ペンを押さえる強さで線の太さや色の濃さが調整できません。例えばアナログの筆や鉛筆を強く押さえると線が太くなったり色が濃くなったりすると思うのですが、筆圧感知はそれをデジタルで再現してくれて、アナログと同じような感覚でお絵描きできる機能になります。ただ筆圧感知がついた Apple Pencil はちょっと高すぎるので、安いペンでも大丈夫なら安いので済ませたい人もいると思います。ということで Apple Pencil と比較するために、今回は Amazon の iPad 用タッチペンで1位になっていた3000円のペンを購入してみました。純正の Apple Pencil が15000円くらいなのでかなり安いと思います。他にも似たようなペンがたくさん出てきますが、販売元が違うだけで性能の差はほとんどないようです。それでは開封してみましょう。中にはペン本体と説明書、充電ケーブルに返芯が3つ入っていました。Apple Pencil は返芯が別売りで2400円くらいするので、最初からついているのは嬉しいです。ペンの形も Apple Pencil にそっくりで、ちゃんと iPad にもくっつけられます。ただ Apple Pencil みたいにくっつけるだけで充電はしてくれないので、充電するときは自分でケーブルを挿さないといけません。バッテリーの持続時間は10時間で、充電に1時間かかるので、こまめに充電しておいた方が良さそうです。ケーブルの形が USB-C で iPad Pro の充電ケーブルと一緒なので、机の上のケーブルを減らしたい人は iPad Pro のケーブルを利用しても良さそうです。ただ Apple Pencil のくっつけるだけの充電に慣れてしまうと、ケーブルを挿さないと充電できないのは正直ちょっと面倒かも。あと Apple Pencil は充電し忘れても15秒の充電で30分使える急速充電にも対応しているので、充電に手間をかけたくない人は Apple Pencil を選んだ方がいいかもしれません。それでは実際に使ってみたいと思います。安いペンには Apple Pencil のような筆圧感知機能がついていないので、ペンを押さえる強さで線の太さや色の濃さが調整できません。なのでそれが書き心地にどのくらい影響するのか詳しく検証してみたいと思います。最初にペンの頭を触って電源を入れます。直線を引いたりペンを素早く動かしてみます。これは意外にちゃんと書けますね。線が遅れて書かれるような遅延も感じないです。文字もちゃんと書けますね。パームリジェクションがついていて、手を画面に置いた状態でも書けるので快適です。ペンの形が Apple Pencil とほぼ同じなので、握りやすさも変わらないです。安いので耐久性にやや不安がありますが、絵を描かない人で文字を書くだけならこのペンでも十分かもしれません。次はお絵描きでよく使うブラシを試してみます。やっぱり筆圧感知がないと描きにくいですね。アナログのようにペンを押さえる筆圧の強さでペンの太さや濃さを調整できないので、同じような線しか引けなくて、アナログやペンタブに慣れていると結構違和感があると思います。筆圧感知がある Apple Pencil だと水彩ブラシの濃淡を変えたい時にペンを押さえる強さで簡単に調整できるのですが、安いペンはブラシの濃淡を変えるためにアプリの筆の設定を手動で変えないといけないので大変です。傾き検知で一応ペンの太さは変えられますが、こちらも少しコントロールが難しいです。Apple Pencil は筆圧と傾きを両方再現してくれてお絵描きしやすいので、 iPad でアナログに近い感覚でお絵描きしたい人はできれば Apple Pencil を選んだ方がいいと思います。今度 Apple Pencil で上手にお絵描きするコツや便利な機能を紹介する予定なので、気になる人はチャンネル登録してお待ちください。ここからは実際に安いペンでお絵描きした感想を話していきたいと思います。まず筆圧感知がなくても絵が描けるかどうかですが、筆圧感知はアプリの設定である
程度再現できるので、今まで指で書いていた人は安いペンでもかなり書きやすくなると思います。あと絵柄によっては逆に安いペンの方が書きやすくなる場合もあるかもしれません。例えばポスカで描いたような濃淡の少ないフラットな絵なら色の強弱をつけなくてもいいので、むしろ筆圧感知がない方が描きやすくなりそうです。なのでアニメのようにくっきりした絵柄が好きな人は安いペンでも大丈夫かもしれません。あと筆圧感知がないおかげで同じ太さの線が引けるので、デジタルイラスト初心者の人でタッチペンのツルツルした感じに慣れないうちは筆圧感知がない方が線がガタガタにならなくて良さそうです。というわけで描きたい絵柄によっては安いペンでも大丈夫だと思います。ただこのペンに慣れてしまうと将来本格的にお絵描きしたくなってパソコンのペンタブに乗り換えた時に結局筆圧を使った描き方に慣れないといけないので、将来絵の仕事がしたくて iPad でデジタルイラストの練習をしようと思っている人は最初から筆圧感知付きの Apple Pencil に慣れておいた方が後々パソコンに乗り換えた時にスムーズに移行できて楽かもしれません。今回いろいろと試してみてアナログの水彩やコピックで描いたような絵はやっぱり筆圧感知がついている Apple Pencil の方が描きやすかったので、漫画系のイラストが描きたい人は少し高いお金を出してでも Apple Pencil を買った方がいいと思いました。一応筆圧感知付きの安いペンもないか探してみましたが、どれも1万円くらいして Apple Pencil とほとんど値段が変わらないし、くっつけるだけの充電もできないので iPad の筆圧感知付きのペンが欲しいなら今のところ Apple Pencil が一番いいと思います。ただ文字を書いたりノートを取るくらいなら筆圧感知はなくても良さそうだったので、絵を全く描かない人で充電が面倒じゃない人は安いペンの方でも大丈夫だと思います。Apple Pencil はアプリの設定で筆圧をオフにできるので、家電量販店の iPad で筆圧ありなしで書き比べてみると安いペンでも大丈夫かどうか確認できていいかもしれません。もっと安いのがいいという人は100均ペンを比較した動画もあるので気になる人は見てみてください。このチャンネルでは iPad の便利な使い方やおすすめのアプリを紹介しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。